ちは。 IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA に行く前にチェックしてほしい春夏の新商品を紹介していきます。今期の IKEA は過去最多だと思うんですよね、新商品の数が。特に注目してほしいアイテムと購入品をサクサク紹介していきますので、ぜひ最後までご覧になってください。いざ IKEA に行っても何を見たらいいのかわからないってことないですか？ IKEA って全部オリジナル商品なので圧倒されてしまうんですよ。で、やんわり順路があったりするので、一度見逃すと後で戻るのが大変だったり、とにかくお店も広いですので結構大変なんですよね。ぜひこの動画を見て目星をつけておいていただけたらなと思います。では行ってみましょう。まずは注目の新商品から紹介します。こちらのパーソナルチェアです。ストックホルムコレクションといって IKEA のフラッグシップ的なコレクションなんですけども、こちらのイージーチェアとっても見るのを楽しみにしていました。右に映っている白い丸いチェアは私購入しました。とにかく見た目が可愛いチェアです。これも結構大きめかなと思ってたんですけど、今回紹介するイージーチェアもかなり大きめでした。座面は低いのでそんなに圧迫感はないと思います。結構座り心地は良かったです。ただ座面が低いので立ち上がるのが大変でした。色合いがニュートラルなので小物など合わせてどんなインテリアにも合わせやすそうだなと思いました。かっこいいですよね。で、あと同様にストックホルムコレクションのコーヒーテーブルも見ることができました。これ結構欲しくってめっちゃ可愛くないですか？パイン材なんですけど全然安っぽい感じはないです。ちょっとベンチっぽいからうっかり座っちゃいそうだな、それがちょっと思いました。で、この横のビスがゴールドなんですよね。このね、白っぽいパイン材とゴールドの組み合わせがとっても好きです。こんな風にいろいろ小物を置いて楽しめるコーヒーテーブルだなと思いました。で、この写真に写ってるゴールドのキャンドルホルダーは結局幻だったのかな、私見ることができなくってもうなかったんですけど、でこちらのキャンドルホルダーももう品切れになってまして、また入荷があるといいんですけどね。これすごい素敵でした。これ絶対欲しいですね。買えた方いらっしゃいますか？すごいガラスが重厚感があってとっても素敵でした。で、ちょっと深さがあるのでキャンドルホルダーなんですけども、ペンを立てたりリップを立てたりも使えそうです。で、ブラックも出ています。こちらはマットな質感がとってもかっこよかったです。結構重みがあります。重厚感がありますね。で、小物つながりで花瓶も紹介します。これはかなり良かったですね。この色合いもすごく素敵で、ちょっと形がなんていうんですかね、いびつっていうんですかね、不規則な形がとっても素敵です。職人によるハンドメイドだそうです。で、またこの厚みすごいですよね。もはや作品ですよ。いや、花瓶ってすごい場所取るんで、本当ね、しまう場所が必要なんですよね。でもすごいお値段以上だと思いました。で、もう一つ花瓶紹介します。こちらブラックの花瓶なんですけども、これはですね、大きいですね。驚きの大きさでした。すごいかっこいいデザインです。こちらもかなり厚みがありまして、口がね、ちょっとこちらは閉じ気味なのでバランスよく飾れそうだなと思いました。オンラインで見てるときはまさかこんな大きいとは思わなかったんで、本当にびっくりしましたね。ストックホルムコレクションは箱入りで売ってるんですね。で、ここで最近 IKEA の花瓶を使ってバジルを水耕栽培しているので紹介します。こちらは4月の新商品で大ヒットしている顔が可愛い花瓶です。バジルがちょこっと生えてきました。ここからボサボサになる予定です。可愛くないですか？インスタグラムのストーリーズで紹介したところ、やり方、水耕栽培のやり方を教えてほしいというメッセージをいただきましたので、サクッと紹介します。まずスポンジを用意します。研磨剤が入ってないものを選んでください。下の硬い部分は使わないです。切り込みを入れて水に浸して種をそっと置きます。種は水に浸からないようにします。芽が出たらペットボトルにお引っ越しをします。ペットボトルはファミリーマートの水がぴったりこの花瓶に入りました。ペットボトルには肥料入りの水を入れます。あとはほったらかしでたまに液肥を追加します。で、この花瓶を使うメリットは遮光性が高いので藻が生えにくいことです。私一度も水変えたことないんですけど、こんな綺麗なんです。必ず根っこは空気に触れるようにしておきましょう。本当にこれだけ。これから暖かくなってきてニョキニョキ伸びてくる予定です。
使っている肥料などは Amazon で買えます。一応概要欄にリンク書いておこうかなと思います。ストックホルムコレクションのこちらのテーブルランプを購入しました。いやー、ずっとどうしようか迷ってたんですけども、いつも行く IKEA には入荷がまだなかったのでオンラインで先に買ってしまいました。結構店舗によって在庫まちまちなので IKEA 行かれる前にオンラインで在庫の確認は結構大事です。組み立てはなんかね、ここに紙が挟まっててこれが取れなくて大変でした。あとは簡単です。でこの見ていただけたらわかるかなと思うんですけど、電球をね3つはめる仕様なんですよ。後で説明しようと思うんですけど、電球を選ぶの結構難しいかなと思いました。私あんま深く考えずに買っちゃったんですけど、電球やっぱね3つ使うんで結構明るいんですよね。はい、まずはストックホルムコレクションのソファーとクッションカバーが置いてあるコーナーに置いてみました。この線の細い佇まいがたまらないですね。でまず思ったのがこのファブリックの質感がとてもいいなと思いました。ちょっとねこう模様が入ってるですよね。このようにスイッチは下についています。上と横は完全に覆われてるデザインなんですけど、最初はうわ明るってちょっとびっくりしました。でやっぱり何と言いましてもこの土台ですよね。本当に素敵です。かなり重たいので安定感は抜群です。ダイニングの裏のチェスト、こちらは IKEA のベストという収納ですけども、その上に置いてみました。ここはもともとアッキャっていうもうちょっと小さめのテーブルランプを置いてたんですけども、より明るく隅っこが照らされて空間が広がりました。結構隅を照らすって大事ですね。今ちょっと花瓶とキャンドル置いてますけども、この上のデコレーションをいろいろ楽しみたいなと思っています。意外とどんなインテリアでも合わせやすいと思いますね。で電球なんですけど明るさ3種類かな多分あって、私440ルーメンのを買いました。それでも結構明るいなと思ったので、もう1個200何本のやつでもいいかもですね。はい、でストックホルムコレクションのチェストサイドボードですね、紹介します。ちょっとお値段高めですけども多くのツキ板仕様となっていて質感が綺麗でした。この取っ手のないデザインいいですよね。プッシュオープン式で中になんと引き出しがありました。浅い引き出し、小物入れに便利そうですね。スライドレールはなかったです。こちらの写真のコーディネートもとっても素敵ですよね。テーブルランプともすごく合ってます。あとこの時期の IKEA は植物がとっても豊富なのでおすすめです。リアル植物がたくさん売っていました。すごく充実してました。店舗によってここの植物コーナーの大きさ全然違うらしいので、店舗の順路の終盤ですけども忘れずにチェックしてください。でこんな感じで植物もアウトレット品っていうかお買い得コーナーがありまして、ちょっとね弱ってしまったでもまだ生きてるっていうのがね売ってますので、そちらもチェックしてみてください。お買い得品っていう棚があります。あとこれから IKEA 行かれる方はこちらもチェックしてほしいです。クッションカバーです。ちょっとびっくりするようなお値段の安さなんですけども、とっても可愛いのがたくさん出ています。やっぱりね部屋の雰囲気をパッと変えてくれるのがクッションカバーです。最強ですよね。安いし場所も取らないしでほんと最高です。この水玉模様、水玉っていうのかなのもすごく可愛いです。リサイクルポリエステル 100% の素材でできてまして、こうしっかりした素材っていう感じでした。でこのちょっとランダムな格子柄っていうんですかねの方はなんと499円税込みですよ。もうびっくりですよね。で水玉のは色が反転したブラックのパターンもあります。両方買っても可愛いですね。あとはストックホルムコレクションのクッションカバーも数種類出てまして、こちらはですねかなり生地がしっかりしたものとなっています。私は白地のものを買いましたけども、こちらのものはなんとリネン 100% です。風合いがとてもいいですね。とても北欧らしい柄となっています。で今回私がお店に来た理由はこれを見るためでした。こちらのダイニングチェアです。こちらもストックホルムコレクションの一つなんですよ。でこちらレッドもあるんですけども、ちょっと今回興奮してダークブラウンだけ撮影して忘れてました。
でもうやっぱ買うならダークブラウンかなと思ってたんですよ。ですごく素敵でした。座面の高さは45センチで、最近の IKEA のダイニングチェアにしてはマシですよね。デザイン的に角張ってるので、体のサイズが合わない方は膝裏が痛くなると思います。デザインが本当に素敵なので、ダイニングチェアじゃなくても寝室に置いてバッグを置いたりする場所にしてもいいなと思いました。結構明るいところで見るとこう木目の感じが強くわかるかなと思います。ブラウンですよね、ブラックじゃなくて。こちらのダイニングテーブルもストックホルムコレクションのものとなっていて、とっても質感が綺麗です。もうやっとこのチェア見れたっていう喜びで舐め回すように撮影しておりました。素敵です。本当に欲しい。デザインが軽やかなので圧迫感がないのもいいですよね。実際ね、そんな重くもなかったです。で、打って変わってこちらはスツールなんですけども、可愛いのを見つけました。メインの木材でアンティークステイン処理がされているみたいです。風合いが可愛いですよね。ちょっとクラシカルな雰囲気もあって、お値段もねすごく可愛いんですよね。こちらオンラインサイトを見るとスタッキングできるよって書いてあったんですけど、スタッキングの仕方が思ってるのと違いました。こう斜めに行くんですね。この上に花瓶を置いたりテーブルランプを置いたりしても可愛いだろうなと思います。やっぱり IKEA といえばルームセットですよね。結構頻繁に模様替えしてまして見応えがあります。こちらはシービックというソファーを使ったリビングルームのルームセットです。デスクコーナーがあるリビングダイニングでしょうか。こちらのペンダントライトとっても可愛いですよね。私も寝室で使っています。ダイニングで使うのもとっても可愛いですね。ダイニングチェアもとっても人気のあるものです。4脚置いてあるんですけども透明なので圧迫感が少ないですよね。座面が広いのでゆったり座れると評判です。こちらの食器はフェルグクラーシリーズフェルグクラーシリーズで、お値段がこちら4枚セットのお値段なんですよ。びっくりですよ。ダイニング奥に隣にデスクコーナーがあります。 IKEA のアイコニック的なデスク、直線的なデザインなのでごちゃっとして見えなくていいですね。この時間割なら何曜日がいいですか？金曜日かな。アウトドアファニチャーがいろいろ新しく出ています。もうね IKEA は夏なんですよ。でこちらのアウトドアファニチャーってその机と椅子ですけどもバラバラでも売っていますので、こんな風に色を揃えなくても楽しめます。なんとこちらのチェア7色展開です。ちょっとインダストリアルなテイストで可愛いです。折りたたみ式なので使わない時は畳んでおけるのもいいですね。さて皆さんなら何色を選びますか？他にもいろんなアウトドアファニチャー出てました。多分どの店舗もこんな倉庫エリアに集結してるんじゃないかなと思います。でここでお得情報です。また IKEA ジャパンやりました。価格改定です。値下げでございます。今回は IKEA の大人気アイテムのこのワゴンが値下げされました。このワゴンはですね、去年末だったかリニューアルがありましてキャスターにロックがつきました。そのニューバージョンが早速値下がりとなっています。こうやってベッドサイドに置くのもいいですね。一番上をテーブルっぽく使っています。この使い方だとバンって手で倒しにくくて良さそうです。でロースコグワゴン2種類ありまして、こちらは小さい方です。大きい方も値下がりになりました。私は大きい方はクローゼットの中で使ってて、小さい方はダイニングテーブルのサイドで使ってます。こちらのルームセットではランドセルを置いていますね。ただ IKEA は値上げするときはサイレントなのでなかなか気づきにくいんですけども、ドリンクバーが200円に値上がりしてました。190円から200円かな。いつも本当に思うんですけど、グッドボタンやコメントをしてくださる方本当にありがとうございます。とっても励まされております。で次回はまた紹介しきれなかった購入品がありますので紹介します。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。